世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回はタイ・バンコクにあるディブ・バンコクに行ってきます。おはようございます。今日はバンコクで一番新しい現代美術館ディブ・バンコクに行きたいと思います。今日も電車を使って移動します。ホテルの最寄り駅7駅に到着しました。券売機でチケットを購入します。駅の名前をタップして枚数を選ぶだけで簡単に買えます。昨日も何度か電車に乗ったのでスムーズに買えました。今日はトンロー駅に向かいます。チケット代は日本円で約130円でした。公共交通機関がわかりやすく乗れるのはとってもありがたいです。ホームで電車を待っています。バンコク2日目ですが、公共交通機関がめちゃくちゃわかりやすいので、もう慣れちゃいました。逆に東京の方が難しい気がします。今日の天候は晴れ、気温も34度まで上がる予報ですが、カラッとしていてそんなに暑くは感じません。定刻通り電車がやってきました。バンコクの BTS ラインの電車はユニークな外観のデザインが多いです。トンロー駅に着きました。美術館までは歩いて20分で着きますが、今日は日差しが強いのでグラブで向かうことにしました。この辺りで待ち合わせなのでナンバーを見逃さないようにしばらく待ちます。待っている間に今日のコーデを紹介。今日は昨日ショッピングモールで買った T シャツを着てみました。無事にドライバーさんと合流できました。渋滞はありますが、慣れない暑さの中歩くリスクを考えるとグラブを活用するのがおすすめです。トンロー駅から車で約20分。今回の目的地、ディブバンコクに到着です。多分暑かったからか、地下駐車場まで丁寧に連れてきていただいたグラブのドライバーさん、めちゃくちゃ優しかったです。ディブバンコクの敷地内に到着です。早速作品らしきものがたくさんありました。そしてこの丸い球体、どこかで見覚えがある作品です。そう、この作品は、デンマークの世界一美しい美術館と称される、ルイジアナ美術館の素敵な庭園にあった球体の作品と同じ作者さんでした。作品はほぼ同じものなのですが、デンマークとタイ、展示する環境が変わればアートの見え方も変わる、そんな不思議な体験ができました。さて、早速チケットを交換していきます。実は前日の夜にネットで入場券を予約していました。予約がなくても入場できると思いますが、予約をすればスムーズに入場することができます。チケット代は日本円で約3300円でした。タイの物価からすると少し割高かもしれません。先ほどの QR コードを見せたら、スタッフの方から現在の展示のパンフレットをいただきました。そして入場の印としてバンドも巻かれました。これを巻いていれば当日なら入退場自由らしいです。入場時間まで少しだけ時間があるので、先にインフォメーション横にあるカフェに行ってみます。コーヒーだけではなく、軽食やアルコールも扱っているみたいです。スタイリッシュなエスプレッソマシンがあったので、アメリカーノを注文しました。コーヒー豆はこれを使っているみたいです。外にも席はありましたが、暑いので中でいただきます。いただきました。カラメルのような苦味を感じますが、後味はすっきりしていて美味しかったです。小腹が空いていたので、バナナブレッドも頼みました。ダークチョコと甘いバナナが最高に美味しかったです。腹ごしらえも済んだところで、早速ギャラリーに入場していきます。ギャラリーは1階から3階まであるみたいです。本店、インピシブルプレセンスは、見えない大切なものをどう記憶するかを問いかけます。音や香り、日常の素材を通して人生の意味を感じる展示会です。一つ目の作品は、マルコフ・シナートさんのコンステレーションです。アーティストであり音楽家でもあるシナートさんは多分野的なアプローチを用い、様々な媒体やジャンルを横断して活動しています。このインスタレーションはノイズと人間の行動や意思決定の検証を組み合わせた彼の芸術実践における二面性を体現しています。特注で自立する壁が設置され、来場者は長いスチールチェーンで壁に取り付けられた野球バットに出会います。この時点で作品は参加型となります。来場者は望めばそのバットを手に取り壁を一度叩くことができます。コンステレーションズは元の物理性の探求であると同時に参加を選択した人々の行動を観察する手段でもあります。
バットで叩くたびに生じる凹みや痕跡に由来しており、壁に残る損傷はエネルギーの放出を具体的に示す痕跡となります。次はこの扉の向こうの作品を見に行きます。まずはじめに見えるのはこちらの作品。韓国の現代アーティスト、イ・ブルの作品、Willing to be Vulnerable です。天井から浮かぶ銀色の巨大な物体は飛行船や未来的なカプセルのように見えます。作品の表面を見ると縫い目だらけでどこか壊れやすそうに感じます。近未来的だけどどこか脆くて人間っぽさを感じる作品です。この天井からぶら下げられた作品はフランスのアーティストジャン・リュック・ムレームの作品です。本来地面から離れることのないレンガをあえて空中に浮かせることで私たちが信じている社会の土台は本当に安定しているのかを問いかけています。こちらはローラン・グラッショの作品です。タイトルは全てを見るものという意味で神話に由来します。私たちは見ている側のはずなのに実は見られているのではという監視な視線のテーマを表した作品です。こちらはヒュー・ヘイデンの作品です。ただの入り口をあえて作品にすることで現実と作品の境界を曖昧にしています。音が鳴ると思わなかったので怒られるかと思いました。次の作品はチャペルと呼ばれる場所にあります。もうすでに見えていますが、めちゃくちゃ現代アート感がします。インド出身の現代アーティスト、スポート・グプタさんのインキュベートです。この奇妙な塊、まるで生き物のように見えるこの作品、実はすべてキッチンで使われる鍋やボウルなどの日常品でできています。彼は日常的な素材を使いながら社会や人間のあり方を問い続けています。一つ一つはどこにでもある生活の道具。でもそれらが集まり巨大な塊になることでまるで別の存在のように姿を変えます。そこに見えてくるのは急速に成長する社会や消費の広がり、そしてその裏にある格差や現実です。上に輝くシャンデリアと足元に広がる日用品の塊。その対比もまた豊かさとは何かを問いかけているようです。次の作品は1階の奥にある大きなスペースにあります。奥には自販機もあり、ここで休憩もできるみたいです。この作品はスラシー・クソンウォンさんのエモーショナルマシーンです。このインスタレーションは車のパーツによって構成された一つの風景から成り立っています。中央には解体されたフォルクスワーゲンビートルの車体が吊るされており、この作品の中ではブランコとして機能しています。遊び心のある方法で、この古いビートルは新たな意味を与えられています。それは実際の移動手段ではなく、あくまで比喩的な移動や恣意的な体験を運ぶ乗り物としての役割です。1階の作品を見終えたので、2階の作品を見に行きます。1階の作品がかなり良かったので、どんな作品が待っているのか楽しみです。2階の作品は、過ぎ去った時間という個人的で普遍的な記憶をテーマにした展示です。こちらは日本人のアーティスト、荒木信義さんの作品です。作者は未来の日付をタイトルにし、あたかもその未来を記録したかのように見せています。ドキュメンタリーの形式を使いながら、事実とフィクションの境界を揺さぶり、未来は本当に決まっているのか、記録はどこまで信じられるのかと問いかけています。未来を記憶のように展示することで、時間の感覚を再考させる作品です。次の作品は、ハイホテルを舞台にした映像作品です。静かな光や音の中で過去の記憶や見えない存在の気配を感じさせます。はっきりした物語はなく、夢と現実の間を漂うような体験を通して、時間や記憶について考えさせる作品です。2階にもチャペルへの入り口がありました。ここはチャペルのバルコニーとして上からグプタさんのインキュベートを鑑賞することができます。上から見るシャンデリア越しの日用品の塊が意味深く感じられました。次の作品はジン・ジュン・リーさんのテジョンサマー2023です。時間、記憶、空間を扱うべき現象として捉え、物質的かつ感覚的に、そして現在進行形で提示するインスタレーションです。2023年に韓国テジョンで過ごした夏を基盤としていますが、それを物語としてではなく残留物として表現しています。展示されているのは31枚の石膏ディスク。それぞれには制作された日付が刻まれています。次の作品はシャンデリアのようなこちらの作品。柔らかな形が連なって建築のような構造を作り、見る人を包み込むような体験を生み出しています。
素材の柔らかさと構造的な強さが同時に感じられる作品です。こちらの作品はソンブン・ホームティエンドンの届かなかった声です。社会の中で伝えられなかった声や歴史の中で消えてしまった個人の存在をテーマにした作品です。記録されなかった出来事や語られなかった思いに光を当て、強く訴えるのではなく、静かな空間や余白によって誰の声が届いていないのかと見る人に問いかける作品です。こちらは高齢者の顔写真を何千枚も薬瓶に入れて寺院のような構造に並べることで個々の記憶や存在の痕跡を可視化しています。静かに存在を示しながらも声なき声として消えゆく記憶や時間の儚さを感じさせる作品です。次の作品はニューヨークを拠点に活動するアーティスト渋谷翔さんのサンライズフロームアスモールウィンドウ。この作品はパンデミックによって世界が止まったあの時期に生まれました。展示にはプレゼントと呼ばれるインタラクティブな作品も含まれており、来場者は今この瞬間を未来に持ち帰ることができます。2026年1月23日1時24分と打刻できました。早速外に行って空を撮ってきます。渋谷翔さんは毎日窓から見える日の出を新聞の表紙に描き続けました。渋谷さんは空の色という移ろう自然を通してその瞬間を描き出します。さらに彼はその日の新聞という現実の記録の上に絵を描くことで個人の感覚と社会の出来事を重ね合わせます。ニュースはやがて過去になりますが、空は毎日新しく現れます。この作品は移りゆく時代と変わらない時間の流れ、その両方を同時に見せているのです。そしてこの存在感のある建物はジェームス・タレルのストレートアップ1988です。光と空間を使った体験型のこちらの作品は天井に開いた大きな開口部を通して空を額縁のように見せる構造で、訪れる人はその下に立ち、光や時間の移ろいを視覚的に体験します。実はこちらの作品、1日先着30名限定で日の入りをこの作品の中から見れるイベントがあるんです。チケットはサイトから買うことができるので、行く予定のある方はお早めにゲットしてみてください。まだまだ外作品があるので見ていきます。それにしても今日は雲一つない晴天で、かなり気温も上がってきました。こちらの作品は女性の乳房と仏塔を組み合わせた彫刻インスタレーションです。鏡面仕上げの素材で作られ、光や反射を通して鑑賞者が身体感覚と空間との関係を直接体験できるよう設計されています。作者はこの作品を通して身体と精神、性と神聖性を同時に感じさせる表現を追求しており、見る人に母性や文化的記憶、宗教的象徴について考えさせる体験を提供しています。外の作品を見終えたので2階から3階へ上がってきました。ここが最後のギャラリーです。最初に見つけた作品はアメリカを拠点に活動するフィネガン・シャノンさんの作品 Do You Want Us Here or Not です。この作品は美術館という空間が本当に全ての人に開かれているのかを問いかけます。座ってもいいというサインを通してこれまで当たり前だった鑑賞のルールを見直し、立ち続けることが難しい人々の存在に光を当てます。静かなメッセージでありながら、この作品は誰が歓迎されているのかを私たちに問いかけているのです。続いての作品はドイツ出身の現代アーティストアンゼルム・キーファーさんの作品失われた文字です。この作品は崩れた本や消えかけた文字のようなイメージを通して失われた記憶や歴史を表現しています。キーファーさんは鉛や灰、土といった重く変質しやすい素材を使うことで目に見えない記憶の重さや時間の蓄積を物質として私たちの前に表します。次はモンティエン・ブンマーの作品です。まず見えたのはこちらの作品、ロータスサウンドです。素焼きのテラコッタで作られた多数の鐘の形を弧を描くように積み上げられたこちらの作品は、上部に金色のハスのモチーフが浮かれ、仏教における純粋さや語りを象徴しています。次はプレイヤー・オブ・アビソットです。
この作品は作者の妻が入院していた時に制作された作品で、彼は病院を離れられなかったため、映像で自分の存在を展示空間に送りました。コピー機がクエスチョンマークを永遠と印刷し続ける装置は、人生の答えのない問いを繰り返す祈りを表しています。個人的な悲しみを精神的な祈りへと昇華した作品です。そして最後の作品はアロカヤサラです。タイトルはサンスクリット語で病院や癒しの場所を意味しています。妻の病気をきっかけに祈りや癒しをテーマに制作されたモンティエンを代表する作品の一つです。ディブバンコクの作品をすべて見終えました。これからグラブを呼んで街の方に戻りたいと思います。10分ほどでグラブのドライバーさんが来てくれました。これからトンロー駅にあるコーヒー屋さんに向かいたいと思います。料金は日本円で約650円でした。美術館から約15分、トンロー駅に到着です。片道2キロほどでしたが、道はかなり混み合ってました。駅からだいたい200メートルくらいなので、もちろん歩いて向かいます。到着しました。インドネシア・ジャカルタでもお世話になったクラスバンコクスタンドです。日本のコーヒー文化を京都から世界へ発信している、とても尊敬しているコーヒー屋さんです。メニューはこんな感じです。エスプレッソ系のドリンクにフィルターコーヒー、その他にもティーや軽食もあるみたいです。もちろん今回もフィルターコーヒーを注文。お豆はエチオピアとケニアとホンジュラスのシングルオリジンコーヒーから選ぶことができました。スタッフにはタイの方と日本の方がいて、バンコクのおすすめのご飯屋さんなど日本語でたくさん教えていただけました。インドネシアでもそうでしたが、クラスのバリスタさんとの距離が近い感じがとても好きです。コーヒーが出来上がりました。日本円で約890円でした。花の香りが広がってほんのり甘い、めちゃくちゃ美味しかったです。今日はまだ時間があるので、バンコク芸術文化センターに行きたいと思います。トンロー駅からサイアム駅に向かいます。チケット代は約200円でした。電車で約20分、サイアム駅に到着です。駅から歩いて10分のところにバンコク芸術文化センターがあります。Google マップを頼りに向かっていると、キノコみたいな日陰エリアがありました。この先を抜けると、着きました。バンコク芸術文化センターです。歩道橋下に入り口があります。早速中に入ってみると、ぐるぐると渦を巻いたように天井が吹き抜けていました。インフォメーション横にイベントの情報が書いてありました。早速2階から見ていきたいと思います。今回の目的の場所の一つ目は、ハプニングショップという雑貨屋さんです。ディブバンコクにはミュージアムショップがなかったので、ここでアーティストさんのグッズや雑貨を見ていきたいと思います。めちゃくちゃいいものを見つけました。タイ語のリング。これがめちゃくちゃ可愛いんです。僕はメディテーションを選びました。日本円で約2600円でした。とてもいい買い物ができました。めちゃくちゃ満足です。さて、さらに上の階に上がっていくと、バンコク芸術文化センターの公式ミュージアムショップがありました。バンコク芸術文化センターの公式グッズが多数揃えられており、タイ出身のアーティストさんのオリジナルグッズが販売されていました。そして、またここでも小さな財布を購入。日本円で約1400円でした。バンコク芸術文化センター、企画展もなかなか面白そうでしたが、雑貨巡り感覚でもめちゃくちゃ楽しめると思います。いい買い物ができると思いますよ。ご視聴ありがとうございます。次回の美術館は、タイ出身アーティストの登竜門、東南アジアの未来のアート、SAC ギャラリーに行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。